こんにちは、ガイドのカルメンです。今回の動画は、スペインの南アンダルシアからです。断崖絶壁の町ロンダの知られざる観光や絶景の撮影ポイントについてご案内します。まずおすすめのビューポイントの一つは、あるホテルの屋上テラスです。ここからなんと、ロンダの闘牛場が上から眺められます。闘牛場全体がこの距離で見えるってなかなかないですよね。作りがよくわかります。反対側に回ると、ロンダの住宅街も一望できるんです。密集した一般住宅街を上から眺めるのも面白いです。室内も野外もたくさん席があって広いんですが、いい場所に座りたいならば早めに行きましょう。私たちはこのホテルに宿泊したので、ウェルカムドリンクがいっぱいついていて、早い時間に景色を見てゆっくりできました。ロンダでの一番の入場観光地はこの闘牛場なんですが、闘牛場別に中から見るのに興味がないわっていう方は、ホテルから眺めるのもいいでしょう。知られざる観光地でおすすめはミナ・デ・アグアです。スペイン観光局はミナ、地下トンネルと訳してますけども、水源から水を引いていく地下水路のことです。観光地で探すと、ムーア人王の宮殿と庭園というのが出てきますが、これと同じです。一つの入場でこの3カ所が含まれますが、ムーア人の館は修復が必要で中には入れません。断崖絶壁が見渡せる展望台と小さな庭園があります。地下への入り口が分かりづらいです。館の下、階段を降りて左側を探してみてください。地下水路というと観光客が訳しているようにトンネルみたいなのが普通なんですが、ロンダはあんな高いところにあるので、下に掘らないと水源に行き着かない。ですから地下に深い縦長のロンダならではの空間です。ロンダが断崖絶壁の上で何ヶ月も立てこもったとしても、ここから水が確保でき、防御機能も備え、外への秘密の抜け道もあったそうです。実はこの抜け道の存在がバレて、ここを通ってロンダが陥落したエピソードも伝わっています。途中のいい映像がないんですが、水源付きの秘密基地みたいな、地下の要塞みたいな感じはなかなか面白いです。最後の川まで来ると、私は肩透かしな感じを受けます。最後におーという光景が待ってるかというと、こういう感じなのねというところに出てきます。マイナス点は階段が多いことです。川まで歩くってことは結構下がるってことですね。で、一回だけならまだしも、それ以外にも下から眺めのいいところに歩く方や、下の方の観光地にも行くわっていう方は、二度川まで往復するのと同じなので、高齢者や小さなお子様連れにはお勧めしないです。歩ける方向きの観光地です。ただ、スペインで唯一の空間、他で見ることができない貴重な場所という意味でおすすめです。ここからさらに下に降りていくとアラブ風呂もあります。ここも保存状態が素晴らしく、スペインで一番と言えるアラブ風呂ではないでしょうか。中はガラッとしてるんですが、内部でビデオ上映があるので、どんな風に使っていたかが学べます。入場しなくても外から屋根を見るだけでもユニークです。この2カ所は同じ道沿いなんですが、途中で昔のお屋敷やフェリペ5世のアーチや古い方の橋へつながります。ふもとの住宅街にも行けます。ふもとの街並みを見ると、ロンダも実はアンダルシアらしい白い街です。
私はこの先、ロンダを離れて街の周りを散歩したことがあります。5月で緑やお花が綺麗な時期で、本当に歩いて癒されました。でもこれは日本からわざわざ来る人には勧めないです。そして5月以外は緑や花がないかもしれません。ロンダの絶景ポイントですが、橋を写す写真スポットはいくつもあります。一番わかりやすいのは、橋を渡ってすぐ、ちょっと突き出てるところがあって、みんなが写真撮ってるのですぐわかります。反対側もレストランが多いので、景色がいいとこでいっぱい飲んでもいいし、要するに橋が見えるところの絶壁画を歩いてると、いろんなところで撮影ができます。今見てる側は、先ほど説明したアラブプロなどいろいろ観光がある側です。橋の逆側はどうでしょうか？橋を渡る手前にパラドールがあります。ここも逆方向に少し浮き出ているので、ここから撮影ができるし、時間帯によってはパラドールのテラスバーで過ごせそうです。そしてこちらも橋の下から撮影した人が歩く道があります。逆側と違って途中の観光はないので、山歩き好きで静かに歩きを楽しみたい方向けです。歩きたくない人はタクシー利用もいいです。車でこの辺りまで入ってくれます。橋を渡ったところ、旧市街はどんな観光地があるかというと、アンティークなどを集めた収集コレクションの個人博物館があります。そして市庁舎や教会がある広場。旧市街はどこか入場しなくても、一度はプラプラ散策する場所です。教会自体は今どの町にもあって見飽きる方もいらっしゃるので、重要な教会しか案内しないんですが、ここは新しく展望台ができたと聞いて行ってみたことがあります。展望台行く途中、教会内部が上から見えます。そして街並みが見渡せます。最初に紹介したようなホテルの屋上など以外で上から眺める観光地としての展望台はここになるでしょうか。高いところに登るの好きってお客様多いので、展望台よくガイドのチェックポイントです。ロンダ博物館もあります。カトリック領王が滞在したこともあるお屋敷で、質素なんですが、ムデハル朝が混じった中庭など、アンダルシアを感じる建物です。中は考古学博物館。古代の壁画やドルメンなどの展示もあり、ロンダの歴史や地理がわかりやすいです。庭園からロンダ渓谷も一望できます。もう一箇所、ドンボスコの家。こちら貴族の素敵な館です。ここも素敵な庭園があって、渓谷の眺めもいいです。テラスでお茶もできます。入場料も格安です。この少し先に行くと、ロンダのお菓子が販売しているお店もあります。ロンダの市内の観光地を紹介してきましたが、実はロンダに来たら、ぜひ行ってほしい一押しはロンダ市内にはないんです。別の町なんですが、なんと大きな岩の下にあるとユニークな白い村。車でたったの20分の距離なので、ぜひおすすめです。これは別動画で紹介します。今回はロンダの観光地の紹介でした。